こんにちは、つんです。いきなりトイレの映像ですいません。我が家のトイレの収納にはやや問題があって、手が届かない。皆さんのお宅でも手が届かない収納あるんじゃないでしょうか。奥のものはどう頑張っても取れない。例えば下と上を入れ替えて、上に置いたケースにダイソーの貼れる取っ手っていうのを使う手もあるんですが、使用頻度を考えると今の位置がベスト。やっぱりこれは下に置きたい。こんな時はケースに入れて奥のものも一気に引き出すっていうのが一般的な解決方法だと思うんですが、サイズの合うケースが見つからないっていうのもまた収納あるあるですよね。で、このケースは棚には入るんですが、入れたいトイレットペーパーは3つしか入らなくて効率が悪いです。はい、ないものは作るしかありませんということで、今回は100均の焼き網でサイズぴったりの収納ケースを作りたいと思います。取っ手はバッグの持ち手という商品で代用します。これはセリアで買ったんですけど、多分どこの100均にもあるんじゃないかなと思います。必要最低限な材料はこれだけ。今までも欲しいサイズが見つからないときは100均の材料でいろいろ作ってきました。過去の動画は概要欄に載せておきます。そして今まではワイヤーフレームを使うことが多かったんですが、検索してみたらこの焼き網を使った DIY 事例っていうのも結構いっぱい出てきて、どれも簡単にできそうだったんで今回初めて使ってみることにしました。ちなみに今回使うのは 45cm×35cm の焼き網。他にもサイズ違いが何種類かありましたので、お好きなサイズで作ってみてください。はい、では早速作っていきたいと思います。何はともあれ、まずは採寸ですね。収納したいものと棚のサイズを測って、ケースの完成サイズを決めます。ワイヤーフレームもそうなんですけど、こういった網はマス目があるから測りやすくていいですね。で、底面のサイズが決まったら、こうしてペンで印をつけておくと後々楽です。今回私は高さ6マス分で作ることにしました。ただこのマス目の大きさがですね、この微妙に違うことがあるので、念のため定規で確認しておいた方が安心です。この四隅全部同じ長さか一応チェックしてみてください。はい、ではカットしていきます。金網がですね、この指に刺さると痛いんで、一応手袋した方がいいかなと思います。先にお伝えすると、カットするときは片方の網だけ引っ掛けるように残しておきます。こんな感じでお分かりいただけますでしょうか。内側の細い金網はペンチで簡単に切ることができました。ちょっとペンチは必要なんですが、本当ね、力なしでサクサク切れて気持ちよかったです。はい、そしてこの外枠の太い方ですね。これはちょっと手強かったですね。ペンチで挟んでギューッと体重をかけたりとか、こうやってペンチで挟みながら左右に動かしてグリグリしたりして、こんな風にある程度へこみのような筋ができたら、あとはこんな風に手で前後にグニグニ折り曲げ続けるとカットできます。太い方はね、全部で8箇所あるのでちょっと大変かもしれません。我が家にはこのペンチしかなかったので、ペンチで無理やりカットしたんですけど、本当はこのケーブルカッターみたいなものがあれば一瞬でサクッと力なしで切れると思います。はい、で4箇所カットできたらちょっと形を整えて、
定規などで固定しながら折り曲げていきます。この焼き網はすごい柔らかいので、ワイヤーネットよりも全然簡単に折り曲げることができました。この曲げるときはしっかり直角に曲げると仕上がりが綺麗です。あとはカットした時に残しておいた金網の部分を内側に折り込めばほぼ完成です。これ動画では手袋してやってますけど、手袋よりもね素手の方が折り曲げやすかったです。はい、で仕上がりはこんな感じ。残しておいた網を引っ掛けて内側にしっかり折り込んで留めてください。はい、これでケースの形になりました。あとはね、もうこの取っ手をつけるだけです。で、今回買ったこのセリアのバッグの持ち手っていうのはサイズ表記がなかったんですよね。で、ちょっと長さが違うかなっていう2種類買ってみたんですけど、測ってみたら23センチと24センチであんまり大差はありませんでした。他にもこんな風に色違いがあったり、デザイン違いもいろいろあったので、お好みのものを選んでください。このバッグの持ち手はもう引っ掛けるだけなのでとっても簡単です。取り付け位置も自由自在。引き出して使うだけなら持ち手も一つでいいですね。はい、こんな感じでワイヤーバスケットが完成しました。もちろんこのままでも十分使えますが、さらに強度を増す方法を2つご紹介します。もしこの角の部分を失敗してしまったり、ちょっと弱いなぁと感じる場合には、このダイソーのアルミ自在ワイヤーが使えます。今回私が買ったのは番手19番、幅1ミリで長さが1メートル80センチぐらいあります。すごく柔らかくて扱いやすいワイヤーです。手で曲げたりねじったり巻きつけたり、ほんと自由自在っていう感じでした。突然姫が検品作業を始めましたね。やっぱね、箱があるとどうしても入りたいみたいです。アルミワイヤーをハサミで適当な長さにカットして、こんな風に角にぐるぐると巻きつけて補強します。出来上がりはこんな感じ。これなら外れる心配もなくなります。で、このアルミワイヤーで巻きつけるのがめんどくさいっていう方は、カバンテープを使う方法もあります。これはダイソーのカバンテープという商品で、幅 25mm で長さが 1.2 メートル。これをケースの周りにぐるっと巻いて、クリップで留めるだけで OK です。もしずれそうなら何箇所か留めてください。ちなみにこのカバンテープも色が結構豊富にありました。補強しつつ、見た目のアクセントにもなりますね。網をペイントしたらきっともっと可愛くなるんじゃないかなと思います。はい、そしてこちらが完成したワイヤーバスケットです。アイアンペイントをしてプレートをつけたらもっと雰囲気良くなりそうだなとは思いつつ、面倒なので私はこのまま使います。測って作ったので当然なんですが、シンデレラフィットでとっても気持ちいいです。こうやってぴったり入るのが DIY の醍醐味ですね。
で、こちらはキャンドゥで買った収納シートです。ワイヤーバスケットってこう引きずって使ったりすると地味に棚に小傷がつくかもしれないなと思ったので、念のために貼っておこうと思います。はい、こちらトイレですね。シートを貼るのに仕方なく脚立を出しました。で、この収納シートは弱粘着でずれないのが私のお気に入りポイントです。今のところキャンドゥでしか見かけないので、セリアとかダイソーにはないかもしれません。こうして奥のものは取り出せなかった収納が背伸びをしなくても取り出せるようになりました。はい、最後にちょっとお知らせをさせてください。コミュニティとか SNS ではもう投稿したんですが、姫のカレンダーができました。姫のいろんな表情を12枚厳選した卓上カレンダーです。裏面はマス目になっていて予定が書き込めるタイプ。今回も木製スタンドはありなしがお選びいただけます。毎年リピートしてくださっている方、本当にありがとうございます。詳しくは概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。